こんにちは、木下優香です。今日はカップラーメン10個の食べ方を紹介したいと思います。1つ目はベーコンで作ります。ちょっと色が変わっとる。少しだけ茹でられてますね。いただきます。普通に結構美味しいです。ベーコンが乗ってるカップヌードルが普通にありそうな感じがします。でちょっとでもベーコン塩辛いかな。ベーコンを入れた分だけちょっとお湯を入れた方が美味しいかもしれないですね。レモンとカップヌードルです。見た目おしゃれな感じです。お、すごい爽やかな香りがする。なんかレモンの酸っぱさめっちゃスープに出てます。さっぱりしててちょっとレモンの酸っぱさもあって爽やかな感じで夏とかにいい気がします。結構これおすすめかもしれないです。次は梅干しとカップヌードルです。なんかちょっと美味しそうかも。もう梅めっちゃ入っとって梅の味しかしないかもしれない。でも美味しい。私梅が好きだから梅味のスープが美味しいですね。和風な感じになります。ちょっと梅を入れすぎたかもしれないなんか3つぐらい入れるのがいいかもしれないです。で次は塩辛とカップヌードルです。おー、ちょっと塩辛が茹でられてます。少し違いますね。ちょっと塩辛っぽい色になってます。美味しいかも。カップヌードルのスープが塩辛風のスープになって美味しいです。スープにコクが出ます。茹でられてるからあんまり塩辛の生臭さとかは感じないんですね。歯ごたえがあるぐらいまで茹でられるかと思ったけどそこまでじゃないです。塩辛の半生な感じも残ってますね。塩辛とカップヌードル合います。で次は生クリームとカップヌードルです。なんかクラムチャウダーみたいで美味しそうですね。でお湯を 100cc 生クリームを 200cc 入れました。めっちゃ美味しい。でも牛乳スープみたいな感じがしてすごい優しい味がします。ミルキーな感じでまろやかでめっちゃ美味しいです。クリームスープ好きだから私卵とかともよく合う気がしますね。麺と一緒に食べても美味しいです。クリームうどんっぽいかな。美味しい。で次はカップヌードルとなんとシュークリームです。クリームつながりですね。生クリームが結構美味しかったからシュークリームも意外といけるかもしれない。ちょっと丸々1個入るかが心配ですね。すごい。ちょっとアメリカンチュリーパイを思い出させられますね。ちょっと潰してお湯入れよう。ちょっとなんか潰れてるシュークリーム。めっちゃ柔らかくなって、でもちょっとお揚げっぽいかもしれない。なんかちょっと甘い香りがしてちょっと気持ち悪いかも。なんか生クリームの時よりもすごい泡立ってる。なんでだろう。シューに空気が入ってたからかな。甘い。ちょっともうちゃんと混ぜてみよう。ちょっと今の時点ではねラーメンでこの甘さがちょっとってなるかもしれない。どうだろう。なんかやっぱり甘さが前面に出てますね。シュークリームが超主張してきます。この味が好きな人もいるかもしれないんですけどちょっとラーメンっぽくないかもしれないですね。ちょっとですねシュークリームのクリームとスープの塩辛さがぶつかり合ってちょっと喧嘩している感じでしたね。次はカップヌードルとシーザーサラダです。これは結構レタスが茹でられると美味しいし、しかもシーザーサラダってチーズいっぱい入ってるし美味しいかもしれない。でクルトンもスープによく入ってるしね。でさっきベーコンも美味しかったからいいかもしれない。レタスの香りがする。レタスいい色になった。ふわふわになっちゃうかなと思ったけどちょっと歯ごたえがあるかもしれない。耳部分とかのレタスが茹でられていい感じの色になってます。レタスの味ちょっとスープに染み出てますね。ちょっと青臭くなるってなるかもしれない。でシーザーサラダのチーズの風味もする。
まあでもこれはカップヌードルにめっちゃ影響するっていう感じではないですね。私的にはやらなくてもいいかなってちょっと思いました。たこ焼きとカップヌードルです。たこ焼き美味しそうだな。ちょっと見た目が素敵な感じがする。鰹節の香りがふわっと香ります。ちょっとたこ焼きが巨大化してる気がします。たこ焼きってそうだ、タコが入ってるそうだ。そんなにインパクトないけど結構でも美味しいかもしれない。合います美味しい。なんか意外とね、ソースとかマヨネーズ感そんなにスープに染み出す感じではないですね。たこ焼きに乗ってるカツオの出汁がよく出てますね。カツオ出汁のスープみたいな味がします。たこ焼きの味でした。もう液体になったたこ焼きって感じがします。で次はコーンバターです。バターがとろけて美味しそう。なんか美味しそう。美味しそうだ。めっちゃバター風味のスープになってます。でコーンの甘みもいいです。美味しい。なんか味噌ラーメンってコーンバタートッピングするじゃないですか。それのカップヌードル版って感じです。だからちょっとあっさりした感じで食べられます。味噌ラーメンコーンバタートッピングより。で次はカップヌードルとお茶です。ちょっと若干濃いめにお茶を作ってみました。色がねいいですね。ほんと青汁みたいな色です。なんかちょっと不思議な光景かもしれない。ちょっと見た目やばいかもしれない。ちょっと麺とか卵とか全部ちょっと緑っぽい色に染まってますね。若干お茶の香りがする。少しお茶の苦味がありますね。でもこの渋みが好きな人は好きかもしれない。ちょっとスープに渋みが出るって感じですね。でもお茶の味はそこまでしないかも。私はありかもしれないです。こういう味も新しい味。なんであんまり食べたことない気がします。ちょっとお茶漬けっぽいですね。でもスープがお茶漬けみたいにあっさりしてないからちょっとそことはまた違うんですけど、でも結構美味しいかもしれない。でさっきの梅干しが余ってるんで合う気がするので入れてみます。お茶漬けで合うから美味しいような気がするんですよね。でもほんと見た目がちょっとやばいないい色じゃないかもしれない。いや梅って3つでも入れすぎた。梅の味になっちゃう。超梅の味が強い。もう完全にちょっとね梅を入れちゃうと今入れたお茶の味が消えちゃうかもしれないですね。でもやっぱり梅を入れるとお茶漬け感も超強くなります。で次はカップヌードルとコーラです。ちょっとコーラの甘い香りがする。ちょっと沸騰させたという上炭酸感残ってますね。ちょっとコーラっぽい色に卵とかが染まってますね。コーラの色だ。でも通常コーラの元気の良さはあんまりないですね。シュワーっていう感じはない。なんかねコーラ味のお菓子の匂いがする。甘い。超甘い。ちょっと麺まで甘い感じ伝わってますね。沸騰させてるからコーラの炭酸感は残ってないです。コーラもめっちゃ甘いのとスープのしょっぱさが合わさってちょっと甘じょっぱい感じになってますね。これは私もう一回はやらないかなと思いました。ごちそうさまでした。ちょっとカップヌードルをね10個の美味しそうな食べ方プラス1つ変わったものの食べ方で食べてみたんですけど、もう結構全部いけました。やっぱ全部美味しかったです。でもプラス1個どれかって言ったらコーラなんですけど、あれだけちょっとね面白い感じの味になっちゃったんですけど結構全部美味しかったです。その中でも美味しかったものを3つあげるとしたら生クリームと梅と塩辛かなと思った。スープに影響を与えるものが美味しい気がしました。で私的には生クリームが濃厚でクリームスープみたいな感じで一番好きでした。だから生クリーム美味しかったからシュークリームも超美味しいんじゃないかなと思ったんですけどね。生クリームの方が美味しかったです私は。でこれを見た皆さんもやってみたいものがあったらぜひぜひ真似してみてほしいです。私も結構楽しかったです。でまたねこういう企画他にもやってみたいなと思って皆さんもねこういうのやってみたいみたいのがあったら教
教えてください。コメント欄に書いてくださいね。で、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。